こんにちは、ハミニクチャンネルです。横浜周辺の車中泊は大変でした。やはり都会は車中泊向きではないですね。今日からは岩手まで北上を続け、途中の温泉を巡っていきます。朝方に横浜を出発して埼玉県まで来ましたが、ここらでお風呂に浸かってさっぱりしたい。こんなところに温泉なんかないよな、なんて思っていたら見つけました。天然温泉のレトロな看板。ここは古くから続く温泉地ではなく、1990年代後半からの日帰り温泉ブームの中で誕生した都市型の温泉施設。地下およそ1200メートルから湧き出す天然温泉は関東特有の黒湯。そしていろいろなタイプの湯船が楽しいスーパー銭湯です。人という雰囲気ではありませんが、朝から温泉に浸かれて大満足でした。道の駅堺まで移動して車中泊、近くの百観音温泉に入って就寝します。埼玉久喜の百観音温泉。この濃いお湯はかつて海だった地層に由来し、地下深くで古代の海水と混ざりミネラルを豊富に含んだもの。長い時間を経て湧き上がる大地の恵みです。百観音温泉では源泉の魅力をさまざまな形で楽しめる多彩な湯船が揃います。源泉温度約57度前後、豊富な湯量があり源泉かけ流しです。鉄と塩が効く関東屈指の濃厚ガツン系温泉。埼玉県でこんなお湯に会えるとは思っていませんでした。近辺に他に目立った温泉がなかったので、ここ2日間で横浜から栃木県までちゃちゃっと移動。埼玉栃木間でいいところあったら教えてください。県道17号を北上しています。まず那須に寄り道をしていきましょう。那須は以前鹿の湯にお邪魔しました。ここも素晴らしいお湯でしたが、今回はもっとマイナーなところを巡っていきます。ね、前に車がいると安心だな。なんか華やかな那須の観光地を抜けた先に変わった名前の温泉がありました。人気の名湯。源泉かけ流しの日帰り温泉。泉質はナトリウム塩化物泉。源泉温度約74度。なければいいな。地下約1400メートルから輸出する自家源泉。まだ開店前なので少し待つことにしました。いい感じの露天風呂ですね。楽しみです。人というよりはファミリー向けでしょうか。ロケーションはとっても魅力的です。あと5分で開店というタイミングで店の方がいらして、今日は臨時休業になっちゃった、すいませんねと教えてくれました。なんか車が止まったから来てくれたのかな。臨時休業だってね、待ってると思って来てくれたんだよ。何かあったんでしょうね。自然相手の営業です。仕方がありません。温度下がっちゃったりしたのかな。いや、そんなことないと源泉めっちゃ熱だもん。那須の奥の方へ行ってみましょう。前回も鹿の湯源泉の素晴らしいお風呂がありました。白みがかったエメラルドグリーンの温泉があるはずです。一応月曜日はやることになってたよ。那須街道を北上、摂政岩や鹿の湯の手前を左に入っていきます。
雲海閣という旅館が地図に載っていました。素泊まりは営業しているようですが、日帰りは対応してるんでしょうか。とりあえず中に行って聞いてみましょう。すいません。しばらく声をかけてみましたが、何の応答もありません。すいません。とフロントにこんな案内が。そうなの。入れます。おおらかですね。ワクワクしますね。こういってこうかな。なぜかご自由にお持ちくださいと数珠やお守りが置いてあります。どっちこっちだったような気がするんだけど。老朽化が進んでいるようですが、掃除はされています。迷宮の入り口のようでドキドキします。すごい。探検してるみたい。うわ、秘密クラブの入り口か。こっちお風呂だよね、きっとね。宇宙だよね。うわ、ちょっと見てね。一人だったらここで引き返すかもしれません。この通路の向こうに人があることを信じて進みます。おお、びっくりした。もうちょっとでしょう、きっと。うわー、さあるんだまだ。うわー、マジかこれ。うわー。今度は奈落の底に向かうような急階段。寒いね。いいなこれ。あったよ温泉。すごい高いね。ああ、びっくりした。やめてよ。ほら見て後ろ。ほら。やっとお風呂が見えてきました。どんなお湯が待ってるんでしょうか。こんな湯。多分男湯。ね。あ、ここか。シンプルな脱衣所、強烈な硫黄の香りがします。夢に見たような湯治場風情のある木製の浴槽。いいな。ぬるめと厚めの2つの浴槽、鹿の湯源泉、自家源泉の2つを引いているそうですが、詳細は不明。湯に入ると湯の花がふわっと湧いてきて白濁します。比較的空いているようですね。入浴中誰もいらっしゃいませんでした。こんないい湯を独占できるなんて夢のようです。ひなびた建屋に極上のお湯、好きな方にはたまらない場所だと思います。宿泊は素泊まりが格安で利用できるようです。ちょっと疲れるけど。夜にお風呂に行くのはちょっと怖そう。ここまで
誰にも会ってないな、そういえば。うわ、よいしょ。多分こっちがうちよ。宇宙の方も覗いてみましょう。真っ暗ですね。あ、ちゃんとシャワーがついてる。あ、こっちも綺麗なお湯だな。この秘密基地感がたまらないな。静かだな。妻が後ろから来るのでびっくりさせようと待機中です。もうびっくりしてやめてよ。あ、早かった。やめ。なんか書いてある。お隣にある旅館三海さん、閉まってましたがホームページは稼働してます。右側締め切り。改装中か季節限定で営業なのか閉業なのか。雲海閣から那須街道の向こう側、温泉らしき建物が見えたので行ってみます。老庄温泉の文字、しかし廃墟しか見当たりません。気楽館。昔温泉だったんだね。那須湯本にかつて存在した異色の温泉宿、老庄温泉。残念ながら2019年に閉館したようです。70年以上前から営業していた超ひなびた宿だったようです。お湯も那須湯本らしい硫黄泉。現在は空き家になった廃墟が並んでいました。こういうところがだんだんなくなっていくのって寂しいですね。那須湯本を訪れる人の多くは鹿の湯に入浴するんだと思います。鹿の湯は本当に素晴らしいお湯ですが、この近辺の他の宿も本当に素晴らしい。前回訪れた松川屋那須高原ホテルの絶景露天風呂や、ここ中藤屋旅館さんも日帰り入浴が可能です。鹿の湯源泉を静かに楽しめる場所がもう一つあります。小鹿の湯は花屋ホテルさんに併設されている日帰り温泉施設。鹿の湯源泉を気軽に味わうことができます。湯温も入りやすい40度前後で長湯できました。先客のおじさんと、あそこの温泉が良かった、ここに行ってみたいと温泉話に花が咲き、思わぬ長湯になってしまいました。
鹿の湯のような修行のような入浴でなく、リラックスしてお湯を楽しめます。綺麗な。このまま山道を進んで道の駅下郷を目指します。福島県南会津山あいの高台に位置する道の駅下郷。ここの最大の魅力はその圧倒的なロケーション。今日はこんな天気ですが、天気がいい日には雲海が見られるとか。どこに出るのかな。駐車場もご覧の通り広々としています。風が強い日はちょっと厳しそうですね。トイレも綺麗で温水シャワー付き。ゴミ箱もあります。いつものように車内で夕食。毎日同じような鍋なので、今日はささやかな抵抗。トマト鍋。玉ねぎ良かったかな。キャベツ4枚入れたかな。最後にチーズね。那須の月井酒店で購入したお酒、本当に美味しかった。なんだっけこれ。いつも通ると寄っていきます。好みを伝えるといいお酒を紹介してもらえます。本当にありがたい。じゃなくてもう絞ったまんま。まあね。車中泊の楽しみの一つは、こういう地元の美味しいものを2人でいただけることですね。明日はさらに北に向かって湯野上温泉を目指します。福島県会津の山あいにあるかやぶき駅と渓谷美で知られる静かな温泉地。観光地化しすぎていないちょうどいいひなび感が魅力です。日本でも珍しいかやぶき屋根の駅舎はシンボル的存在。駅舎につながる駐車場が整備されていました。大内宿などの観光地の玄関口として機能している会津鉄道の駅。外観もさることながら、中に入るといろりがある懐かしい風景が広がっています。ああ、どうだろう。そんな感じで。とにかくね。ちょうど列車が入ってきました。電車を待つ時間さえどこか特別に感じられそうな駅ですね。
ありがとうございました。